こんにちは。俺の名前はシン。これはばらつきを扱う秘伝オープンにする7回目の動画だ。今まで様々なばらつきの処理方法としてデータからカーネル分布を生成してその分布相互の処理方法を説明することで様々な設計例を示してきた。もしかしたらデータがないとこの方法は使えないと勘違いしている人もいるかもしれないので、今回は初言を指定して生成した分布を使った簡易的な方法について説明する。この動画で説明しているツールは従来から使われている電卓の数値を入力する代わりに分布を指定して分布間の演算を扱う電卓である。過去の動画では分布を指定する方法としてデータを入力してそのカーネル分布で生成した分布を処理する方法を説明してきた。今回は分布の最小値、最大値、平均値、標準偏差といった分布の初言を入力して処理する方法を説明する。分布を入力した後に行う分布による演算、分布の比較、グラフ生成、NPZ ファイル生成などの機能は同じだ。制約事項として初言から関数近似した分布を生成しているので、極端な分布は生成できない。例えば、平均が最小値か最大値に近すぎる場合や、標準偏差が大きいものはできないので、可能な範囲で分布を生成する。生成した分布の平均や標準偏差を保証するものではない。したがって厳密な分布を使って処理する場合は、過去の動画で説明してきたように、実際に測定したデータで処理する必要がある。いつもの GitHub から分布 .exe をダウンロードしてもらい、その使い方について説明する。申し訳ないばが、分布 .py はメンテナンスしてないので、分布 .exe を使ってくれ。分布 .exe をダブルクリックすると、立ち上がるのに時間がかかるが、このように画面が表示され、その際、インプット1とインプット2のメニューは、デフォルトがパラメータとなっており、このパラメータが分布を初言で入力するメニューである。一次元の分布を指定して和算を行う場合、インプット1とインプット2の入力フレームに、それぞれの初言を鍵括弧付きの配列で記入する。それぞれの配列は、分布の最小値、最大値、平均値、標準偏差、分割数の順に記入する。演算メニューで和算を指定する Add を選択して、ファイル名を記述してエグゼキュートをクリックすると、コンソールに指定した配列の初言値が表示されて、分布の和算として演算されれば、分布プラス分布と表示される。その後ろに分布演算を行った直後の数の分布面積が表示され、それが1から大きく外れた場合には演算精度に問題がある可能性がある。もし対象の分布の範囲の広さに差が大きくて、範囲の狭い分布の影響が小さい場合は、分布プラスリーンと表示されて、範囲の広い分布の相似形の分布として処理される。演算結果のグラフは、インプット1で指定した分布が x.pin、インプット2で指定した分布が y.pin、和の分布が指定した名称のピンファイルとして出力される。分布パラメータの最小値、最大値も x と y の和になっていることがわかる。それぞれの分布パラメータは t.csv、確率値は p.csv がファイル名の後についたファイルで出力されているので、それらのデータから平均値を計算することができる。この場合、x の平均値は 4.18、y の平均値は 7.87、和の平均値は 12.06 となっており、おおよそではあるが平均値も和になっている。二次元の分布の場合は、分布の最小値、最大値、平均値、標準偏差、分割数をそれぞれの括弧内に2つの次元の値を記入する。他は1次元の場合と同じだ。出力されたグラフはこのようになる。それぞれの次元の最小値、最大値が和になっていることがわかる。平均値を求めるとこういった値になっており、それぞれの次元でおおよそではあるが和の分布の平均はそれぞれの平均の和になっている。3次元の分布の場合は分布の最小値、最大値、平均値、標準偏差、
分割数をそれぞれの括弧内に3つの次元の値を記入する。他は1次元の場合と同じだ。注意することは、分布の分割数を細かくすると精度は向上するが、メモリーエラーになるかもしれない。PC が使えるメモリに応じた使い方をしてくれ。出力されたグラフはこのようになる。それぞれの次元での最小値最大値が和になっていることがわかる。平均値を求めるとこういった値になっており、それぞれの次元でおおよそであるが和の分布の平均はそれぞれの平均の和になっている。ここでは差の分布演算は行わないが和と同じである。入力する2つの分布が相関関係がある場合、出力ファイル名の次に相関係数を記述する。ここでは -0.4 の逆相関とした。他は1次元の加算と同様の入力を行い、エグゼキュートをクリックすると、ファイル名のファイルは逆相関の場合の和算結果の分布が得られる。逆相関の和算の場合、和の最小値、最大値はそれぞれの最小値、最大値の合計値よりその範囲が狭くなる。数の分布面積は組み合わせ情報を制限しているので1より小さい値になる。平均値はこのようにおおよそそれぞれの和に一致する。次に分布の積を求める。インプット1とインプット2の指定方法は和算の時と同じである。演算メニューで積算を意味するプロダクトを選択してエグゼキュートをクリックする。演算結果のファイルを開くと分布はこのようなグラフになる。積の分布の最小値、最大値、平均値はおおよそそれぞれの積の値になっている。2次元以上の分布の積も先ほどの和算と同様に鍵括弧でそれぞれの次元の諸元を記入する。ここで注意することは通常のベクトルと同じように積や小の場合、多次元と多次元の演算は定義されていない。多次元と一次元の演算として定義されている。多次元と多次元の演算は今後外積や内積として追加していく。ここではインプット1は多次元、インプット2は一次元として記入する。演算メニューはプロダクトを選択してエグゼキュートをクリックする。演算結果の分布はこのようになり、演算結果の最小値、最大値、平均値は今までと同様におおよそそれぞれの積の値になっている。ここでは小の分布演算は行わないが積と同じである。最後に分布間の比較について演算例と注意点を説明する。インプット1とインプット2は和算と同様同じ次元の分布を指定する。他は比較の動画で説明したように演算メニューで %2 を選択して出力フレームでファイル名、単位名、累積方向を指定する。分布の比較結果はこのようになるが、比較の動画で説明したのと異なる部分として、分布は関数近似しているので、最小値と最大値はどうしても途中で途切れており、その部分の違和感は対数表示した時のグラフで顕著になる。ここでは2次元や3次元の分布の比較は行わないが、比較の動画で説明しているので、そちらを参照してくれ。以上のようにデータを測定して分布を作成しなくても、最小値、最大値、平均値、標準偏差などを使って大まかな分布を作成して演算することが可能である。ただし、先に述べたように、極端な分布の形状である場合は関数近似できないので、できる範囲で近似した分布となる。ツールを使うにあたって GitHub に書かれたライセンスはよく読んでくれ。学習や研究目的や何かの論文作成のためにそのままの形で使うのであれば、コピーライトのもとにフリーで使ってもらえる。ツールを参考にして何か別のものを作成したり改変したりする場合や、この技術の結果が利益を目的の一つとして利用される場合は、ライセンス契約を締結してもらう。ライセンス契約は一般的な特許ライセンスの常識的な条件に従って作成するつもりだ。この技術は何十年にもわたって改良を繰り返してきて、何度も根本的な間違いに気づき、対策を繰り返してきた結果なんだ。
安易な類似品では間違った結果になってしまう可能性が高いので、粗悪品を流出させてほしくないという思いがある。物やことを開発するために様々な課題を考慮して正しい技術を継承して広がっていってほしい。この技術は単純な畳み込み積分ではないのだ。だからライセンスを守ってほしい。今はさらに高度な数学を分布演算に拡張することにチャレンジしている。だから皆さん、ぜひともチャンネルの登録をお願いします。ありがとうございました。